遠石文江さん当時24歳、爆心地から1キロの下宿の室内で被爆しました。当時遠石さんは市の職員で、夜勤明けの後家に帰り一休みしている時のことでした。戦後結婚し、現在は娘さん夫婦とお米屋さんを営んでいます。5日の晩は空襲警報発令中は同じ職員事務員はね、私は救急と庶務の班長してきた関係で、空襲警報発令中は市役所に登庁しなきゃいけないんです。その晩は役所出たら班長私一人でね、で防衛部長の久保防衛部長さんが地下におられた。行ったら「あら土井さんあんた一人帰ってきてはい」言ったら「じゃあすまんの今日忙しいで」って言うから「いいですやりますよ」。そして一番高い屋上上がって、ちょうどあの晩が夜中の1時か2時だった。山口県の宇部が攻撃中で燃えてたんですよ。それを電話で久保防衛部長さんに報告しました。それから朝7時20分頃ね、終わったから部長さんが「土井さんもう帰って徹夜した晩は午前中市役所休みなんて事務ね、昼から休んで来いや」いて、それで7時半頃部長と別れて、そうやって宝町に帰って、腹が減ったっけなんか作って雑炊でも、米がちょびっとあったからね、やっぱり刻んで雑炊ね、頃腹が減ってね食べるもんないし、で雑炊炊いて、そして冷める間にご先祖様にお経をあげて、そしてその間にまだ冷めないからもちょっと横になった。そうしたところが横になった瞬間、あの時8時15分って私は時計見てませんけど、大きなバーンとものすごい大きな音がして、あらっと思ってびっくり瞬間、うちの前爆弾が落ちたんだと思った瞬間気を失ってしまった。それから何分間経ったかしら、私生きてるわ、また一生懸命もう力任せにこうなったら、もういろんな木やガラス、その間にもうこれガラスがこっち立ってるガラスがね、ここからもうあと聞いたら背中は大きかったね、全部で36箇所出たけど、ここはもう 3ヶ月後出したんですかね、父に。ガラスでですか？ガラスが一発、ここはもう取ってない。ここ一番大きかったところはそのまま手が足らんからね、私が。今もガラスが残ってる？いやもう取りました。それから3ヶ月して田舎へ帰ってね、父に取ってもらったんだから。そしてその時はもう立ったままで一生懸命入れて出てみたら、みんなこうして幽霊のように逃げてくる、助けてくれ水くれ水くれ。うちの学校でなんであんなに血だらけでもう心なんかダラダラで目を見る。当時24歳でしたから、娘さんあんたも背中から血がどんどん出やろで、なんかちゃん飛び出たので、私はどうでも取るかなったら早く逃げなさいって。そして声かけりにもうどんどんもうはるかにみんなこうして逃げてくる。でこれは逃げてくる姿見た時、これはボロがね下がってんだと。それでそば来てみたらボロじゃない、人間の皮膚が下がってる。もうそれで目がこう変になって目がここから血が出てるわ。それはもう生き地獄よね。でもう助けてくれ水くれ水くれってとっと逃げて、早く逃げなバタッと倒れる人はそれを起こして、早く逃げなさい逃げなさい、ここで焼け死んでしまう。ひょっと見たら向こうの方から火の手が上がってたから、これはうちの家で食べたどっちみちみんな数字してる最中じゃけね、80何本いたらこれは危ないと思って、もう向こうの方々から火が出てました。これうちに焼けてしまう、よし、とにかく自分だ人間は逃げながら思って、で一生懸命御前様のお経をあげて自分教でもっとった。私は目を信仰少ししてたから、そのお経官はどこ入ったか分からなかった。お経官はもうお経官が死んで私を身がにかしてくださったんで、感謝、御前様のおかげで祖先供養しとったおかげだと思って感謝しながらとにかく逃げを持ってとって、もう逃げてくるその姿のもう哀れなこと、本当にええ味でかけて白からあんなもんじゃないんですよ。それはもう声限りに助けてくれ水くれ殺してくれ殺してくれ。でもうまた倒れる、ダメよそこへ食べて死んでしまうから逃げなきゃダメよって言って、そして一生懸命ひじゃましない。それで橋渡って向こう行ってみたらすごい患者さん。大体どのぐらいの方？さあ300人か400人多い方です。数は覚えられませんがすごい患者。そしてその時に一番それはむごいかった。その中に僕は一の生徒だみんな覚えて、何の誰べ大がそのまま耳に入らない。そしたらその子がくる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 こっから10メートルぐらい離れてからくるくるもうまた行く。それがひじ山は
爆風で家が倒れたからガラスや首いっぱい倒れて、そんな顔を狂い回る。苦しかったんや。殺してくれ殺してくれって言って、またあら今いないな思ったらまたそばへ来た。あ、僕ダメよ、そっちからあっち行ったら釘やガラスがあるからここで寝てなさいよって言ったら、ひょっと見たらこれがザーッと焼けていて、で肉がもうはみ出てる、ザーッともうズルズル。それ今度はガラスが狂い回ってガラスがいっぱいつったって、はーっと涙がほっと瞬間、僕言ったらその坊やが「お姉ちゃん僕ガラスがつったって痛いよ、お姉ちゃん取ってね」取ったけどちょっと待ってください。でそのガラス力町に抜いたところが、そのガラスにその肉が一緒に血と肉とバーッと抜いて、その血が倒れた人に血がバーッと散る、肉はガラスついてまんまと涙がバーッと何とも言え、これ言ったら坊や痛いじゃろう言ったら、僕痛いじゃろう言ったら、僕痛くない。その代わりお姉ちゃんお父ちゃんお母ちゃん呼んできて、私を拝んだ。僕はねお願い、死ぬ前に一目お父ちゃんお母ちゃんに会いたけ呼んできてって泣く、その哀れバカダメよ、死にませんよ、僕は助からなきゃダメなんだから。僕言った、そりゃ痛いよ、あれだけ焼けてガラスをつったって肉がついて出たんだから、いかにそりゃ苦しかったの、苦しいけど僕も助からん言うて、ダメよ生きなきゃダメよ、僕死にたくない死にたくない、そうからまた殺してくれ殺してくれって苦しかった。でお姉ちゃんずっと徹夜で考え、その子の面倒見ながら水飲ますぐらっとみんなにバケツ汲んでやる。でまた戻ってみたらその子がまだ生きてたから、あれお姉ちゃんあんた死ぬうちに生きてるじゃん大丈夫、劇だけはダメ言って言った。僕でもとっても僕は助からんよって、お姉ちゃん徹夜で看護してもらってありがとう、僕を死んだら僕の分まで生きて、そして僕の分で幸せになってくれて、その子がね、私はあの尊い心にその子の今の顔を忘れることできない、かわいそう。そしたらこれひじゃまトラックが来た。で憲兵隊の宇品からね、そして死んだ死骸も生きとる人もポン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 今の子のようにトラック積むんよ。私が腹が立って「まあすいませんが生きとるんじゃから少しすいません丁寧に積んでくれませんか」言ったら、その兵隊さんが私の顔に睨みつけて「何言ったらばかたりがあんたこれだけ人数のわしらが一人二人少ない人数が運ぶのにぐずぐずしよったら急いじゃらんかったら夜明けてしまうわ」言うて私に睨みつけて怒られた。そしてその兵隊さんを見た時にその兵隊さんもあちこち血が出てた。あなたも怪我していらっしゃるのにごめんなさい、だけどできるだけ生きとる人はね丁寧に扱ってね言ったら「それ分かったの」言うて言いながら、後から最後に車へ動く時に私のそば来て「さっきはごめんの、わしも気が立っとったけんの許してくれの」言うて、その兵隊でそのさっきの男の子がトラック積まれてね首だけ出して「お姉ちゃん行きたくないよ、お姉ちゃんのそばで死にたい、お姉ちゃんのそばで死にたい」手を振りもう車動き出す。そして手を振りながら、そして今度は両手をがって私を「お姉ちゃん行きたくない」って泣くんよ。それ本当にでもね病院へ連れてって治療してもらって「僕生きなきゃダメよ」言ったら「僕行きたくない、どうせ死ぬんならお姉ちゃんのそばで死にたい」言うて「でもねあんたねとにかく頼むから素直に言ってちょうだい」って、そしてその子もみんな乗っ取る人たくさんの人も私に手を振りながら「行きたくない行きたくない、ここで死にたい」って、それは連れて行ったんです。そして明くる朝、その晩徹夜で明くる朝、ひょっと向こう見たら市役所の建物が見えた。あら嬉しい、市役所は助かったよし、これを行って彼の人にね市役所にたくさん蚊があるから頼んでここの患者さんをね手伝ってもらおう思って喜んで行く途中見たらものすごい死骸がもうひっくり返って死んでる。そしてお経をあげながら一生懸命、そして苦しんだみんな無事であります祈りながら市役所行って。どのぐらい市役所には市役所はもう今のもうなくなったけど、ね、玄関から今度は今の戸籍か配給かずっと下が全部部屋がもう焼けて患者がぎっしり足場の踏みながら倒れてました。そして中にはお腹に穴が開いてボロを突っ込んで、それで「殺してくれ殺してくれ」言ってからね叫んでるよ。お医者さんはいました？いやその時お医者さんも何もいないやん、いるわけないやん、みんなお医者さんがやられたんや。それからお医者さんが来たのは5日6日目に鳥取からお医者さんと看護婦さんが来たけれど、薬がビビったのどうしよう焼け石に水だったんだ。7日の晩にトラックで12時半ごろトラック来た。で柴田助役さんが机の上で「どうしたダメじゃトラック結び来たけあんた頼むで」って「いいです私やります」それで
行ってそのおむすびを下ろして、でどんどん一生懸命配ってまさあそのおむすび銀飯、銀飯って泣きながらみんなポロポロ喜んで、あんなの食べたことないもんせん。もう喜んでみんなが食べてくれる。だからもう本当お姉ちゃんありがとう、お姉ちゃんありがとう、おいしいねって涙ポロして喜んで食べてくれる。もったいないもったいない。だからある夫人がね、その夏だから灰がプンプンプン、そのおむすび灰が止まってる。これ灰が取ったけど取ろうって取ったわけ。ところがその灰を取って捨てようとした私のその夫人が睨みつけて、今頃の娘は常識がない、それは灰じゃないごまじゃいって、ごまを一粒の米といえどもしみたいなことし一つ上だ、それを灰と一緒にご飯捨てたいって私に怒られた。私は「いいえ灰じゃないごまですよ」言うてもダメな、その上品な奥さんが私にポンポン怒って、それで自分は一口食べておが一口食べておが一口食べて、そしてその食べた最後に言われた言葉が「去年栄養失調で死んだあの子供、この娘だったら腹いっぱい食べさせて死なしてやりたかった。私は幸せです。このおいしい銀飯をね、それちゃんと腹いっぱい食べさせて死んでもらう。私に拝んで、ほらあんたありがとうお姉ちゃん、役所のお姉ちゃんありがとう」涙ポロポロこぼして10日後に亡くなられた。そして6日7日6日と7日の晩かよ、もうねうじが湧いてね、傷口から。それで隣の人は隣のうじ取って、隣の人はその次のうじを取って、それでひょっと見て一番最後の男の子はそのうじを私がおむすび配ったでしょ、そのうじを銀飯食べる、それはうじをダメよ言ったら「何お姉ちゃんばっかね、これはお姉ちゃんおむすびくれたでしょ、あれがこぼれたんで」って泣きもったいないって、その男の子食べる。その女の人も隣の人のうじ取っちゃくちだ。本当にうじを銀飯のこぼれたんでも食べる姿、ほんまに哀れじゃ。ダメようじを言っても聞き入れてくれない。銀飯じゃおむすびじゃ米粒じゃい。そして私怒られ、そしてこれは夜中に取りに来られた人ね、おりました、うちのあれがおったから連れて帰りました。夜中の12時半頃だったかね。それで2人でやっと押さえてこれを積んで、そして連れて帰られたんです。この人は後から聞いたら2ヶ月半後にこの方は亡くならない。それでやっぱり市役所のお姉ちゃんによろしい言うてね、ありがとうね、感謝して死んできましたって、お姉ちゃんの幸せ祈ってるよって。それ淡路でした。もうとにかくこんなにいっぱいだから、あっちもほぼほぼ。だけど結局ここじゃ水がなかった。だから水飲ます。だから私はもう後悔してなんとか水探してね飲ましてやりたかったなって。ここの市役所の患者さんは市役所のところに水が噴水があったんですよ。ポッポッポッポ、それを汲んできてを飲ました。でミルクを飲ましたり、ね、そうすると8月6日からずっと9月4日まで何をしてたんですか？みんなに治療、水飲ましたり缶詰やって、そればっかり。どこで寝てました？寝ると芝生横、これ芝生があるからそこ横になって休んだとまた市役所のお姉ちゃん行けまた走っていく。ほとんど不眠不休だった。ということは円月さんは大体何人ぐらいの方の亡くなるのをご覧になりました？私が亡くなるみたいなもん300人は多いこしてるね、方々で見たら300人と多いかもからね、数えきれないよね。今生きてた、今水飲ましててまたぐるっと回ってみたらミルクの缶詰、それから乾パンが入ってがあったんよ。そしたら市役所の乾パンはねコンペイトが入ってない。ケンペーターの乾パンはねそこにコンペイトが入ってない。市役所のままこしてみたら夜中の12時ウィーナーまで行ったん。その乾パンを持って、それでコンペイト入った乾パンくださいって持って戻って、そのコンペイト一つずつ口にやったらもう患者がぐらい甘い時ない涙ポロポロこぼして、もうそれ喜んで「おいしいね、もういつ死んでね、おむすびは食べた、乾パン食べた、もうコンペイトこんなおいしいもん食べた、お姉ちゃんありがとう」って、そのコンペイト喜んで、それ死んでたから、今コンペイト食べて今生きとったら、もうぐるっと一回りしてきてみたらもううったり、今亡くなっちゃったよ。それでお経を一生懸命やった。また向こうにも次々本当にもう本当に生き地獄やね。円月さんは肉親の方は亡くされました？いや、私は一人下宿してたから、父やらは宮原にいましたからね、私一人が下宿してましたから桜町に。だから私助かった。しかし私の身内以上の人をね亡くしました。というと和裁の先生、もう親子に付き合ってた人、それで事務課でも高松さんとかいろんな詩吟の歌の先生ね、あの人がもう養子戻ったんに親子に付き合った人が皆バタバタ死んでった。
悲しかった。知り合いの方大体どのぐらいですか？私した人でも30人は死にない。それで私も縁談も原爆に遭ってるばっかしに憲兵隊やらいろんなね、もちろん東京の一流大学出た人も4つ5つも縁談が原爆に遭ってるだけで縁談が壊れちゃった。その時には泣きました。何べも自殺しよう。そして主人は同じ将校陸軍隊だけど、主人のお父さんお母さんは原爆に遭ってるのに嫁は原爆被爆者をもらわないって、お父さん方に大喧嘩して、そして私もらって主人がもらってたんですよ。陸軍隊士官学校じゃ将校じゃがね。私に立つまらんもんでもね、主人はテレビや新聞、テレビじゃない、あの時新聞か見てましたから、私もらってくれたんよね。だから主人には感謝してます。だけど結婚してからでも流産する。それに原爆の時流産したのがいけない。それでもう本当に書きを書いてはそこのうちの専務会社あっこへ3回か4回行きました。だけど死の思って行ったら、そのお姉ちゃん僕のままで生きてね、幸せになってね、その子供や奥さんの顔がバーッと見て自殺やめました。その時は本当に結婚してからでも主人は養してくれるけど、周囲から原爆のなんで随分死の思ってね、自殺しもって何回も思って泣いたんですよ。絶対平和を願って死んでったその人の心を心としてね、そして私がその人の声なき声を、私その人のどうか戦争はねしてはいけない言うて、戦争のために自分の罪の皆バタバタ死んでったから、絶対平和を願った。もうとにかく人を恨むとか、人の痛さを我が身を詰めて人の痛さを知れ、人の悲しみ苦しみの分かる人だ、結局世界平和がそこにあるんじゃなかろうか。一人一人の心に平和を願ってね、そしてみんながいたわり合って生きてきて、それを生徒の私は語り部で最後に話しますけど、人の悲しみ苦しみ痛み平和、結局平和が一番尊いんじゃないだろうか。平和を願って死んでった人の声なき声を私は伝え、それが一番大事なことだと思うね。